楽しい春休みですが、4月からの新しいクラスや担任の先生、気になりますよね。前にクラス替えについての動画を出したので、今回は小学校の担任決めについてお話ししたいと思います。ただし、地域や学校の大きさによって違いもあるのでご了承ください。皆さんは担任の先生は誰がどうやって決めているのか気になったことはありませんか？なんとなく校長先生が決めてるんだろうと思ってますよね。間違いではありませんが、校長先生が一人で決めているわけではありません。教頭先生や学校全体のお世話をする教務主任、そして前の学年の代表者なども集まって話し合い、それをもとに最終的に校長先生が決定します。ただ実は話し合いの前に希望を聞くことが多いんです。希望の聞き方は学校によっていろいろありますが、希望用紙を配って書いてもらうことが多いです。といっても、希望用紙もいろいろあって、私が経験したものには、第3希望まで書くものや、第7希望まで書くものがありました。6年生までしかないのに第7希望ってと思いませんでしたか？学校によって違いはありますが、特別支援学級でいろいろな学年の子どもを教える先生や、理科や算数を専門に教える先生など、何年生の担任とはっきり言えない先生もいるので、そういった希望を書くこともできるようにすることがあります。でも、希望に校長と書くのはなしですよ。また、お任せしますという欄がある場合もあります。みんながお任せだったら決めやすいでしょうね。希望がうまく分かれていたら簡単ですが、係決めや席替えのように、みんなの希望通りにするのは難しいんです。ただ、希望する先生もわがままで言っているわけではありません。実は私も若手の頃に希望を書いたことがあります。というのも、それまでに3年生と5年生の担任をしたことがあったので、できれば早くいろいろな学年を経験したいと思って、第3希望までを6年、4年、2年と書いたことがありました。すると、後日校長室に呼ばれ、こんな話がありました。あなたは6年、4年、2年と希望を書いていましたが、5年です。と言われ、5年生を担任することになりました。このように、希望に書いていない学年になる場合は、事前に相談があることもあります。ちなみに、第一希望だけ書くのではなく、枠は全部埋めないといけないというのが暗黙のルールで、第7希望まで書いた場合は、どこになっても希望したということになるので、事前に相談がないこともありますよ。ちょっとインチキみたいですよね。このように希望をもとに担任を決めていくわけですが、担任を決めるときに大事にしていることがいくつかあります。一番大事にしているのは、子どもたちと担任との関係です。この先生ならきっと、こんな子どもたちに育ててくれるだろうという期待を込めて担任を任せます。先生になりたての人が担任になる場合は、そのクラスの子どもたちが新しい先生とうまくやってくれるだろうと期待をしていることもあります。その他にも、年齢や男女のバランスも考えています。特に宿泊行事やプールの指導などもあるので、できるだけ男女がバランスよく配置されるように考えられる必要があります。さらに、先生の経験もバランスを考えています。初めて担任をする先生には、経験豊富なベテランの先生が一緒でサポートできるように考えられています。少しさっきの年齢との関わりもありそうですが、あえて分けたのは、高学年の担任をたくさんしてきた若手の先生と、高学年の経験があまりないベテランの先生が組んだりすることも考えられるからです。さらに、先生の事情を考えることもあります。例えば、先生に子供がいる場合、入学式や卒業式などの行事に参加しやすくなるように、学年を考えて担任をする場合があります。担任といっても親なので、こういったことを考えてもらえるのは嬉しいですよね。ただし、これらを完璧に配置することが難しいことも事実です。クラスの数や職員の数など、学校によって違いがあります。先ほどから希望を聞くとは言っていますが、一番の希望の学年になれなかったというのは、その学年の担任になりたくなかったというわけではありません。先ほどの私の体験をお話ししましたが、5年ですと言われた時には、経験ある学年で1年の流れが分かっているから、もっと計画的にできそうだとやる気が出ました。先生たちはどの学年になっても1年間子どもたちと楽しく頑張ろうと思っているはずです。今回は担任決めの方法についてお話ししました。
クラス替えや担任発表に不安を持ってこの動画を見てくれている子供がいるかもしれません。ぜひ不安ではなく希望を持って春休みを過ごしてください。4月から新しいクラスで楽しい1年間になるように願っています。勉強で使えるいろいろな覚え方も紹介しているので、これからもぜひ D ラボチャンネルに遊びに来てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。